ースを始めるということで本気でいいですよね。というわけで今回は黒沢楽器さんにお願いしてちょっと店舗内撮影ご許可いただき、しかも梅さんに何本かベースをすでに選んでいただいているということで、ちょっとこれから行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ではご案内します。梅さんがベースやりたいって思っていた理由の部分にかなりマッチしてる楽器かな。あ、本当ですか。私はギターよりもとにかくこれね左手がゴミなんですよ。いやちょっとそれが雑すぎるんですけど普通にちょっとマジで操作ミスが多すぎて、はいはいはい、レバーさばきってやっぱりその本人の自信を支える部分だったんだ。そのメンタルっていうよりはいはいもミスしないとか早く入力できるみたいなよりどころがあるっていうのはメンタルにも影響してたんだなっていうのを今特にスト6コマンド入力忙しくて速さと正確さが求められる中でなんかフィジカルが今なんかすごい低いみたいな感じなんですよ。そうそれすごい感じててこのままじゃダメだな。マジな取り組みなんですか。マジです。小指マジです。小指の強化小指とあと薬指ですね。ついちゃう。何本か選んでくださいとお伝えしたんですけど、ぶっちゃけこれは見た目で選んだ方がいいと思います。そうなんだ。なんだったら値段全部外してほしかったんですよ。なるほどね。それちょっとごめんなさい。ああ、見た目だけで選んだ方がいい。できたら筋見ないで選んでほしいんですよ。ああ、なるほだからちょっとどの辺が高級ベースだとか、どの辺がお手軽ベースだとかちょっと言わないでくだど。はい。まあでも、さい。見えちゃいました。見た目はこういうのが好きです。茶色ああ、木目が好きなんですよね。へゲームでも結構こういう色を選びがちっていうか。え。そう。私やりてくるものって、ここは高いんですね。ここも高いです。ここもうなんだ。まあネタバレすると、ここがハイブランドって感じですよね。ジュダさん。そうですね、この辺はいわゆるハイエンド系ですね。あとそのありますね。あとはまあこの赤いやつとか。おお、渋いと思います。そうなんだ。いや、わかんないですけどね。これしますかじゃあ。いや、ちょっと待ってください。そんなすぐ決めなくて。41万円ですよ。そうなんだ。俺高いの好きなんだな。値段見てないですよ。マジで値段見てないですよ。いやだから情報で選んでないですよ。パッと見で。たまたま高かったっていうね。そう。かっこいいなって。でもマジで最初はインスピレーションかな。あ、そうなんですね。引き心地とかは調整してもらえるんで。わかりました。ご心配なくもう色と見た目で選んで。小指も曲がる感じ。これがこれ。これマジすごくない？気持ち悪いでしょこれ。小小指こんな曲がるんだよ。できます。そう、俺この小指になりたくて。それが実は今回の企画の肝なんですよね。そう。小指がこうなりたいっていう。左手が右手ぐらい自在に動いたらマジで全然違うだなと思って。だからまあ言ってしまえばこうなればベースじゃなくてもいいと思うんですよね。あ、でもせっかくだったら楽しく鍛えたいじゃないですか。はい。なんでまああとマックスこの第一関節だけ全部曲げる。ちょっとここまでいってもらいたいですね。今はまだそれですけどこれを目指し最後はこれに。これはでもミュージシャンだとこうなるんですかみんな。一流ミュージシャンはない。二流は難しいかも。あ、そうなんですね。僕が使ってる最初に高いのにしてこれが安く確かに安くなりますね。いわゆる入門編としてはすごいちゃんとしてる。高い楽器なんですかそもそも。ピンキリですけど最近高くなりましたね。どこも値上がりしてます。ああ、そうなんですね。これちょっとはい。ちょっとキープさせていただいて、多分これがまあ一つ目。一つ目のまあ入門編というか梅ですね。はい。松ちょっとはい。いきなり松ですか。竹じゃないですか。そう竹だ。最後に竹残すのが。まあ見た目はとりあえずしかわかんないですけど、弾く際には結構違うんですか。さっきの感じと。
正確にやっぱそれぞれの楽器で意外とその音が出ないポイントとか、デッドポイントって言うんですけどが箇所箇所あったり、まあ、それぞれのサウンドの癖があるんですけど、でも本当に俺はもう好きになるのが一番早いと思うので、色が好きじゃないと本当に好きじゃ なれないですよ。なんで、まあ、キャラの見た目みたいなもんいや本当そうですね。なるほど。で最強キャラ選ぶんだったらまずあそこにゴロゴロいる。そのめちゃくちゃ形も趣味じゃないし、色も本当に嫌いな色なんだけど音最高とかもあるんだ。俺はそれ弾けないですね。色を指定しないでお願いした時があって、その工房の入り口に金色のスケベースみたいなベースがあったんですよ。誰がこんなベース使うんだろうと思ったらそれが俺のベースだったんですよ。それ以来ちゃんと先に色を決める。はい、そうなんですね。はい、これでもすごいいいなと思いました。限定のあ、そうですね。こちらです。はい。はい、でも正直な話、この値段の差の理由っていうのは本当にビビったるものだと思うんですよ。まあでしょうね。あとほんのちょっとがうまくいかないっていうことに、めちゃくちゃ労力かける。まあだからあれですね。0.5 ぐらい早いんで。そう本当にそう。でそこに例えば80万の差を感じれるのかって言ったら、多分アマチュアとかの人は必要ないじゃないですか。でもプロで最大やってる人はそれで天候フレームとか回収できますしね。っていう値段だと思います。じゃあこれをちょっと思想していきたいと思います。じゃあ俺が最初弾きます。はい。はい、弾きます。中田さんあれ全然いいですね。え全然ありっす。一番お値段は安いですけど、全然ありっすね。でちなみに今のが、指弾きってやつなんです、こうやって、これは道具を使わない。道具を使わないです、でなんだけど、まあ、ちょっとこの指先がこんな感じで、豆になってしまったりっていうデメリットはあるかな。なるほど。でもこの梅さんが鍛えたいっていう小指の動きって結構この押さえて離して押さえて離しての繰り返しだとまさにそれがそうですっていう感じなので、これで鍛えた。なるほど。他にもなんかスラップって言って、こういう弾き方もあるんですけど、これはまあ今日が乗ってきたらお教えします。多分半年ぐらいでいいけど、でも基本はやっぱこうやってフィンガーピッキングっていう。これ1日どれぐらい練習したらいいものなんですか。まあ別にそのゴールがあるんじゃないですか。でもまあゲームしてない時は触っててほしい。すげえ。すげえ。もしかしたら野部さんはピックの方がいいかもしれないですけど、そうするとこの指痛めないです。これだともうこれで指は全く痛くならない。もし右手の指をかばいたいんだったら使った方がいいかもしれないですけど、まあでも多分普通の人には硬いっていうかね、あると思いますよね。まあこれ本当に好みで大丈夫です。でもピックもつけてくれますもんね。きっとね。はい。好きな方選んで。あ、わかりました。感じです。でも本当に。
ますねあでもなんかやっぱこう違いはドンってくるのがわかりましたね。さっきのベースはパワーはあるんですけど、なんていうの、上のきらびやかな部分とか艶やかな部分がちょっとこれに比べると出ないかなっていう感じはします。こんな感じ。結構違いはわかりました。わかります。これは、ピックでも弾いてみます。ピックで弾く楽器じゃないかもしれないですね。そうですね、どっちかさっきの方が音が暴れてるんで、そのピックで弾いてもマッチするんですけど、この楽器はもしかしたらピックで弾くとそのせっかくの色を消しちゃうかもしれない。そんな値段の差は、今さっき聞いたのが30ちょっとで、これが50万円ぐらいなんですけど、まあ、好みによるんですけど、そんなに20万の差は俺も感じてないというか、むしろ音の好み的には、こっちの方がちょっと上品な感じがします、個人的には。あんまり正直分かんなかったです。ね、この差があんまり、分かんなかったです。こっちとの差に比べこっるちはそうと、結構分かりましたけど。だからいい意味で言うとどっちも同じぐらいかなという、今んとここの2本で選ぶとこっちなのかなっていう気が正直しました。でもさすがのフェンダーで弾きやすさはすごいそうなんですよ。安定してますね。これだ。いや俺ここまでなんか仕組まれてない。壮大なこれだわ。壮大なこれここまでがもう定められた展開じゃない。無駄な早かったよってあと音全然違うんですね。あ、すごいわ。うまい方弾くともう全然違う。でもこれは本当に違うんですね。どうですか。いや確かにこの2つは違う分かんなかったですけど、こっちはなんかちょっとまたこうゴンって上がる感じがします。こっちの方が。でもそんなもうしげーって言うほど違うのかどうかは俺には分かんない。これはねあ、すごい、本当にすごい。でも違うなと思う。確かに。顔がかなりいいです、これ。
どこもならないところはないっていう感じで、やっぱ高いのに意味があるという感じがしました。ズボの素人がいいの使っててなんか不釣り合いだなっていう方が強いですね。それもだからさっき懸念したところですよね。ただ俺はすげえ受けます。梅さんがこれ使ってやっぱまあまあまあほんで、なんかその辺のこういう楽器を持てないプロを蹴散らしてほしいです。絶対に蹴散らせないですけど絶対に蹴散らせないです多分だからプロとかもおそらくですよ、ちょっと舐めた感じで来ると思うんですよ。梅さんが梅原大吾がベース始めるどんな問題ってパッて見たら、あ、ちょっと待って、何弾いてんのそれ、その楽器ってなる。そっちですね。はいどっちがどっちになってますかねこれあって聞かないで買ってみます。ちょっと今正直どっちがどっちか分かんない。これ。わかんないですか。マジでわかんないです。ちょっと俺も分かんないですこれ。ちょっと待ってください。じゃあちょっと待って。ちょっとどっちがどっちか言わないでください。マジで言わないでください。弾いてはい当ててください。あ、いいですよ、いいですよ。わかりましたで、わかりましたいい方をはい買いますわじゃあ。はい。おお。ヒント当たらないでくだ売り上げが80万変わります。さい。言ってるだけだったらマジで。やべえ、これリスクあったんだ俺。ありますよ。はい。これが A。これがね、この感想で。あ、こっちです。こっちです。はい。一発です。あ、そう。さすがに。危ねえ、怖え。こっちが135万。なるほど。そんなすぐわかるんですね。正解です。あー、よそうかっとは全然違ったた。よかった。どっちが高級なものかは分かんないですけど、うん。音が違うのは分かる。うん。こっちの方がやっぱね、パーンって出るんですよね。うん。音が。35万俺ね、現金ですか？現金なんですけど、ちょっと待って現金なんだ。 135万持ってんの？これがトッププロゲーマーの恐ろしさよ。じゃなくて、いや下ろしてくんだけど、いくら下ろせばいいかみたいな。そう。いやちょっとコンビニ行ってきます。了解です。コンビニ行くんだ。コンビニ行って100万を下ろせばいいから。今日から始めるやつがなんてものを買うんだってことはないので。ある、これはある。びっくりはしてますね。でも責任持って教えますんで。個人的にびっくりしたのは本人一回も弾いてないじゃないですか。はい。それで買うんだなと思って。俺も途中で2本目で気づいたんですけど、それいいや。おかしくないですか？そう来ましたね。下ろせました。これ1日100万しか下ろせないから、ちょっと足んないんで、貸してください。おいしょいしょいしょ。 100しか下ろせないですよ、1日。じゃあ俺も下ろしてきます。すごいな、現金会計なんだな。現金が飛び交う。死ぬほど領収書欲しい。死ぬほど領収書欲しいよね。これは。多分ですけど、ちょっと中100を結構下ろしたんで。130ぐらいあるんですよ。100下ろせるんだ。はい。確認させていただきます。コンビニで100下ろせるんですね。コンビニ100下ろせるんですね。コンビニ下ろせますね。100までですね。小分けにしなきゃいけないですけど。まさか100万下ろした人が歩いてきてると思わないでね。そうですね。器が違うわ。いやー、かっけえな。なんかここ取った方がいいわ。これは2人がかりで数えてもらってる。こんなの見ないよな。確かに。130万で残りが5万800円下ろしてきます。お願いします。
るべく絵面の汚ねえバンドを組みたいね実際でもなんかさ、結構そのコメントとかでさ、楽器やってましたっていう人たちの人ボの入力速度がめちゃめちゃ速くて、そんな違うんだ。全然違う、マジでこれが普通に やるべきなんじゃないかなっていうのは前々から思ってて、でミートさんは「梅さんもじゃあ俺教えましょうか」みたいになって、じゃあまあついでだしこれもやんだな。130万出てくと思わないでしょ。130万出てくと思わないでしょ、ベースで。でもいくら楽器がいくらするかっていうのはイメージなくて、そんなに出てくと思ってない。そうだよね。一回も演奏してないのに買うっていうのがちょっと信じられなくて。だって分かんないからどうせやっても違いが言うてでも触りたくない？せっかくさ、来てさ買うんだから。いやないんだよね。ないんだ。すげえ、やっぱ違うよな。ゲーム上手くなるためにベース弾かなくちゃいけないしやばいよね。おかしいぜ。まあベースじゃなくてももちろんいいんだろうけど、ただなんかそのただただ指の鍛錬するのってなんか面白くないなっていうか。いやこれで結果出たらみんなやるでしょ、楽器ブームがバンドブームが来ちゃう。確かにな。結果出たらやばいな明らかに違うっつってね。操作がおぼつかないっていうところがさ、やっぱりで特に初心者なんかそこで勝てないっていう、まあ俺も今その人をやっててここがもっとこれ出たらなっていうちょいちょいあるんだよ、それが不安になってる、プレイ中不安になって、で結局なんか読み合いに純粋に意識を避けないというかさ、そういうやっぱそれって弱いから、なんか手を左手自由自在に動くなみたいな。例えばさ、同じさヒットボックス対決って時にもさ、いや俺のは動くからってなったらすごいそれだけ自信だと思う。あ、そっか。俺のは処理早いとかさ、俺のはマジで早い。ちなみに領収書っていいかな。これはでかいよね